バンジバして模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はアシェットさんの週刊ホンダスーパーカブ C100 を紹介します。こちらは探索団の F12 さんが岡山県の試験販売を送ってくれました。いつもありがとうございます。伝説の初代モデルを精巧に再現、3分の1スケールの全長60センチのダイキャストボディです。実車さながらの多彩なギミックを搭載とありますが、どんなギミックがあるのでしょうか。創刊号は299円ですが、総額はいくらになるのか、何号で完結するのかも最後に紹介します。探索のチャンネルではアシェットさんやデアゴスティーニさんの週刊パートワークを中心に紹介しています。チャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。それでは早速大きさやギミック、特徴などを見ていきます。頑張っていきます。はい、こちらが正面から見たらこんな感じ。かわいいですね。ちょっとタイヤ細め。そして後ろから見るとこんな感じ。座席がかわいい。じゃーん。こちらのサイズの 1.6 倍が実寸となります。横幅60センチで幅が19センチ、高さが32センチとなっています。結構大きいよね。60年以上前に出た初代のバイクです。サスペンションは前輪ボトムリンク式、後輪スイングアーム式のサスペンションを再現。前も後ろも伸び縮みします。レバー、ペダルでブレーキが作動します。このレバーを動かせるんですね。それからこのハンドル握ってブレーキもできます。ランプは独特な形をしていて、これがワシ花と呼ばれるテールランプ、これが角型のウインカー。この青いボディは日本人に親しみのある海や空のイメージのブルー。サムライブルーもそれで青いんかな。これはビス止めのプレートで1958年式ならではの特徴。当時のホンダのロゴも刻印している。これなんか刺繍の裏みたい。これが当時のホンダのロゴなのかな。スーパーカブって書いてあります。メインスタンドは折りたたみ式です。ここは二つ星と呼ばれるクラッチ調整ボルトが再現されています。ここはアメリカのアニメでバンビが急停止する、キキーってバンビが急停止する時にこうなってるのをデザインしたそうです。面白いね。フロントフォークとブレーキドラムを結ぶトルクロッド、この辺かな。初期生産モデルの特徴です。タイヤは井上のブランド名が刻印されています。シートは吸盤ゴムで固定する画期的なアイデアでした。燃料タンクの注意書きもガソリンだけ入れてください、混合油はいけませんの注意書きを印字してあります。これが初期型特用のつり株といって、こうどこかな、なんかこの辺をパカッと開けるとエンジンがフレームから吊り下げられているように見えるつり株と呼ばれる初期型の特徴だそうです。こちらは本田宗一郎さんがおいいじゃねえかと一言言って決まったロゴだそうです。社長の鶴の一声。ディスプレイベースも一緒に組み立てていきます。ここに復刻キー&シリンダー、こ
こに鍵を挿します。これはヘッドランプとホーンのボタンで、このヘッドライトのハイビームロービームの切り替えができます。あとホーン、どんな音だろうね。クラクションのことかな。でスピードメーターがついています。スロットルをひねってこうルンってひねると針がこう動くそうです。でヘッドライトが点灯するときに文字盤が光ります。これはウインカーのスイッチ、チッカチッカ、右ウインカーは上、左ウインカーは下にずらすと点滅します。これが点滅するかな。でこれがスロットル、ハンドル、グリップを手前にひねるとエンジン音が鳴って、さらに後輪が回るそうです。回転します。すごいね。これでギミックを楽しむんですね。じゃあ実車のこっちは回る、こうしないのかな。これを使うんかね。これがヘッドライト、ヘッドランプって書いてあるな。ヘッドランプ、角型のウインカー、わし花の微灯、スピードメーターが点滅します。これはこっち側ですね。これもなるし、こっちもなるんだ。そしてキックスタートペダルを押すとエンジン音が響いて、ディスプレイベースのスロットルをひねると後輪が動く。操作感は実車そのもの。ライダー気分を盛り上げます。そしてこのエンジンのスケルトンギミックエンジン、模型本体へ乗せ替えることもできるそうです。これをディスプレイベースのここに置くことができるのかな。このディスプレイベースのこれもかっこいいですね。そしてマガジンの内容は、組み立てガイドと、それからヒストリー、スーパーカブとその系譜に連なるホンダの歴史、それからカブの今までのいろんなモデルのエピソードや特徴を紹介します。スーパーカブの開発や販売、宣伝に関わった関係者による貴重な証言、裏話、それからスーパーカブの傑作広告、懐かしいっていう広告があるかもしれません。それでは早速作っていきます。じゃん。今回はヘッドライト作ります。結構質問が多いんですけど、このサッシどうやって取るんですかっていう質問あるんですけど、真上にこうやって引いたら取れます。そして取った後の箱のところに応募券がついてますので、捨てないようにしましょう。これを丁寧に剥ぐと、じゃん、このホンダのマーク、もうボロボロになっちゃうけど可愛い台紙になってます。うわ、めっちゃ重たい。ピカピカです。ダイキャスト、これはめっちゃ顔映るな。遠くに置こう。はい、マガジンは組み立てガイドでヘッドライトとホーンの取り付け、ヒストリーはスーパーカブ誕生前夜バタバタからのスタートと決別、カタログはスーパーカブ C100、 1958年、このスーパーカブのいろんな角度の写真が載ってたり、あとね、ホンダの全車種の合計生産が年間約7万台の頃に、スーパーカブの月の生産目標をこれ3万台に設定してたらしいんですけど、爆発的に売れちゃって下方修正し、下方じゃないか、6万台に変更するほど大ヒットしたそうです。ホンダが世界へと躍進する大きな原動力にもなりましたということが書いてあります。それから広告で振り返るカブの時代、そばも元気だおっかさんということで、おかちもちしてますね。そばを配達、このカブで配達してたんですね。今じゃ危なすぎて考えられませんね。だってめんつゆもここに乗ってんでしょ。すごいね。はい、じゃあ早速作っていきましょう。本号ではヘッドライトとホーンカバーをフロントカバーに取り付けます。
ヘッドライトを取り付ける際に LED のコードを挟まんようにしてね。はい、で今回丸いパーツもいっぱいあるんですけど、これヘッドライトの豆電球かな。それからネジがね、ここに PM2.0×4、PB2.3×5 ってあるんですけど、これ袋付きの名前付きなのはいいけど、 AP と AM って書いてあって PM と PB だけんどういうこと？まあ2個と5個だけん、まあこれが PM でこれが PB っていうことはわかるけど、ちょっとミスプリなのかこういう感じでいくのかめちゃくちゃ分かりにくいです。はい、パーツは全部ありました。組み立てガイドは写真じゃなくて3D になっています。まずはこのリムにレンズをはめます。このレンズね、ここにトップって書いてあって、ここに広瀬 HA の113に3だな、なんか細かく書いてあります。すごいね。でこれを下にして接着じゃなくて、おっと広瀬を下にして、このポッチをここにはめます。こことこことポッチはめて、今パチンって言いましたね。これをこっち向きにして、めっちゃ顔が映りそうだ。この LED をこうはめて、このネジの名前がまた AP でも AM でもなく、さっきの P なんとか PMPB でもなく001の9 001の09って書いてあって、結局どれって感じで、001の09は PB だなってなって、もう PB ないんで、5個のやつだなみたいな感じになって、めちゃくちゃ分かりにくいです。これは改善が必要じゃないでしょうか。ほらこうやってさ、また行ったり来たりせんといけん。どっちだったっけ？8が2で9が5だから、9が5だから5個のやつなので、これを袋の名前と一緒にしてほしい。本当に取説がさ、いつも番号で書いてある。試験販売だから文句言ってます全国販売だとね、もうね買えれないもんね。今入ったかも。はい、できました。じゃーん。そしたらこれをこの中入れて、この時にコードを挟まないようにして、取れちゃった。これしかないよね。こうしかなくて、ここがぴったりくっついてて、でもこっちはこんだけ浮いてて、これで正解？なんか平行でもないしな。でもこれ以上どうしようもないな。これ無理じゃない？これね、できんと思う。ここがさ、ここでしょ。ここど真ん中でしょ。これが真ん中にあって、これでもこれが真ん中にないけん、絶対入らないんだけど。でそれを合わせるとここが合わない。ちょっとこれ不良品だったかな。さすがに絶対不可能だ。これマステで留めます。ホットケーキ焼くみたいなやつ、これをここに乗せます。これがホーンになります。でこの折りみたいなやつを上下はなさそう。入ってはない。これをこの穴に刺します。全然接着剤は使わないんだね。折れそう。来た。よし、綺麗に入った。で本当はこのネジでここを留めるはずだったんだけど、絶対無理だよね。絶対無理でした。はい、これで完成です。
このトリセツの豆知識にこの本カバーのことが書いてあるんですけど、このデザインかっこよくてすごい気に入ってたんだけど、ちょっとコストが高くって後に樹脂製へと変更されたそうです。なのでこれ初代のかっこいいやつが使われています。次回の2号は9月11日発売で、ウインカーの右とメーターの取り付け、 LED の点灯テストとなっています。それでは気になる総額です。こちらのホンダスーパーカブ C100 を作るは全部で100号で完結となっていますので、約2年で完成予定です。金額は創刊号が299円で、2から100号が1999円、総額は19万8200円となっています。金額はすべて税込み金額です。試験販売から全国販売になったら金額が変わることがよくありますので、参考程度にしてください。専用のマガジンケースは15冊入るのが2個セットで1499円なので、100号分入れようと思ったら3セット買って10冊入らないので、あとこのうちの1個買わないといけない。1個だけ売ってるかわからないので、もしかして1個だけってなったら割高の800円ぐらいで計算したら全部で5297円。てかね、このバインダーね15冊しか閉じられないってね、そろそろ改善した方がいいと思います。それから4号以降毎号300円追加するとオリジナルディスプレイケースがついてきます。こちらのプレミアム購読をもしするとしたら28,800円なので、全部揃えると総額23万2297円になります。ちょっとマガジンケースのこのバインダーの価格は曖昧ですので参考程度にしてください。それから定期購読をお申し込みの方全員にオリジナルキーホルダー、当時のホンダのロゴと C100 の社名を刻んだ金属プレート、革をあしらったキーホルダー、大きさは8センチ。それから特製パーツボックス、オリジナル DVD、1958年式スーパーカブ C100 のすべて、古い映像とか見れるんかな。そしてオリジナルメタルプレート、これかっこいいな。スーパーカブ C100 の美麗な写真に主要初言を刻んだオリジナルメタルプレート。いつも黒だけど今回こんなかっこいいな。これでもあなたのお名前を刻みますみたいなのはないですね。いやだけどこれかわいいな。今作っちゃうアシェットさんのスバル360と並べたら絵になりそうだな。スケール違うけど。はい、それでは今回は地域限定販売のホンダスーパーカブ C100 を作るのギミック、総額などを紹介しました。興味のある方はチャンネル登録もお忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだんまた見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレ夢ムです。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。